皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の10月の24日、木曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時23分ということで、1時間23分遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、今日付ですね、10月24日付のハンギョレ、新聞日本語版記事、韓国史を学びに来た日本の10代慰安婦の被害、直接聞いてがネトウヨの攻撃によってですね、サイトから削除されちゃったという異常事態が発生してるんですね。これ今日の出来事です。今日のメインテーマはそういうことですね。いつものように、ツイキャステレビのメディアで、一元放送で、音声も映像も今のところ問題なく配信されているということです。最初のコラムはおとといですね、火曜日のメインテーマ、東京新聞政治部井上俊介記者に対する公開質問書というメインテーマでした。で、これをYouTube 向けにですね、このように表紙にしてくれました。東京新聞ですね。はい。現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが520名様、YouTube が978ということで、1498、まあ1500ぐらいですね。ということです。そして2つ目の最新のニュースとお知らせとしては、今週の土曜日だから明日、明後日ですね、10月26日午後7時に第24回目の根っこ勉強会を開催するということで、ワイワイニュースライブでライブ中継しますということです。今回は今までのように統一の一つのテーマではなくて、4人のパネラーが各自自分のテーマを最初の15分ぐらい、簡潔に説明してもらいですね、残りの1時間で、4人のパネラーがフリートークするという形にしたいと思うんですね。で、各パネラーのテーマですけど、天野さんが、元安さんが消費税増税の意味とは何かと、あるいはシリア情勢なんかも話したいと言ってますね。から大津恵子さんが首相には衆議院の解散権はないんだということですね。から三角正さん、権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと。そして、私の方は安倍晋三自公ファシスト政権を打倒して市民革命政権を樹立せよというのがそれぞれのテーマです。次に画像ですね。この画像は1、2、3、今日4枚ですね。一番最初の画像は今日のメインテーマで、記事が全部削除されてですね、私はこの記事、ハンギョレの日本語の記事を読んで、素晴らしい内容だったんですね。中央大学の付属の高校の生徒たち40人が韓国の歴史を直接学ぶというテーマで3泊4日の旅行をしたと。で、その記事なんですよね。そして、彼らが直接ですね、従軍慰安婦の犠牲者のおばあさんの話を聞いたり、直接拷問室、いわゆる反響室っていうんですかね、南英道大教分室か、南英道大教分室というのがあって、そこがいわゆる反共産主義で、共産主義分子を逮捕して
拷問するという拠点だったらしいんですけど、そこが博物館になってるんですね。そこに少女像もあるということで、そういうところを3泊4日直接歴史を勉強したということで、彼らの、印象とかですね等々を詳しく、語ってて、私はそれを今日の放送のトピックスの一番最初に持ってこようと思って、台本を書く過程台本の準備中にですね、最初ヤフーのニュースで見てたんですけど見れないんですね。それでしょうがないんでハンギョレ日本語版の元のサイト行ったんですけど、こういうふうにですね、この記事はクローズされたというあれなんですね。それでハンギョレの日本語版のこれが最初の今日の画像ですね。40名の日本の高校生たちがこの少女像が置いてあるさっき言いました南栄道大教分室というところを見学している写真なんですね。そしてハンギョレ新聞の日本語版サイトにはですね、注目記事っていうところがあって、そこの一番トップにこの記事が載ってるんですよね。韓国史を学びに来た日本の10代慰安婦のと。でここをクリックするとこうなっちゃうわけですよね。文章が出てこない、記事が出てこないでクローズされたということで削除されたんですね。何なのかということですけど、これはもうネトウヨのですね組織的な抗議が集中したんでしょうね。ハンギョレの方に、あるいはヤフーの方にということなんですね。そして4枚目の画像は、これは田中隆作さん、香港で、取材している田中隆作さんの最新記事ですね。梁氏、梁さんという人は香港のチェ・ゲバラで異名を取る風貌も言動も野生もたっぷりということで、香港のチェ・ゲバラあるいは香港の山本太郎と言われている人ですね。この4枚が今日のメイン画像ですね。そして今日の映像としてはYouTube 映像で山本太郎 in 屋久島種子島全国ツアー九州編と令和が始まるという、これは2分28秒の短いやつなんですね。で2本目の動画が山本太郎令和新選組代表おしゃべり会と種子島での講演会ですよね。これが10月の19日で、これは106分ですから1時間40分、長い映像です。この2つを取り上げました。それぞれ2万回以上見られてますんで、最初の短いやつは1万2732回で、2枚目の種子島のおしゃべり会が2万9548回ということで、相当の波及力があるということでしょうね。ということで、今までのところをアップしますね。そうか。ちょっと抜けてるところがあるんで、えーっと
メインテーマのところがすっぽり抜けてましたね。これちょっと今書き込みますわ。東京新聞政治部。井上俊介、井の上、井上記者。の公開質問書と公開これですね。これが一昨日のメインテーマだったんですね。それで、現時点での視聴者数がツイキャスが428、YouTube が578、全部で約1500ということですね。そして、今週土曜日予定の第24回、根っこ勉強会のご案内ということです。で、午後の5時から7時の2時間ですね。で、今回は各パネラーが各自のテーマを最初の15分間話すということで、4人ですから60分と。そして後半の1時間4人でフリートークするということですね。天野さんが消費増税の意味とは何かと。それから大津恵子さんが首相には衆議院の解散権はないと。から三角正さんが権力による関西生コン弾圧の真相とは何かと。そして私が安倍自公ファシスト政権を打倒し市民革命政権を樹立せよという、こういうテーマです。そして今日の画像ですね。画像の最初、高校生40人が韓国近現代史学習のため訪韓と、平和の少女像、南栄道大教分室など訪問と、ハンギョレ新聞。この写真があったんですよね。ただ記事は全部削除されて読めないと。から2番目、ハンギョレ新聞の日本語版のサイトにはこの記事が注目記事でトップになってるんですね、今日。ただそこをクリックしても This article is closed 削除されてるんですね。なぜなんだということなんですね。今日のメインテーマですね。そして今日の映像は2つあって、1つがれいわ新選組が九州編ですね。この前北海道編やって九州編で、屋久島と種子島ツアー、この模様を映像として、紹介してるんですね、 YouTube。これは2分28秒ですね。
そして、次がこの、種子島のおしゃべり会と。これおそらく前編でしょうね。1時間46分。山本太郎氏は本当元気ですね。すごいですよね。北海道全部回って、次は九州、島巡りをしてたということで、というのがあれです。今日の映像ですね。そして今日新しく今日の救援連絡センターということで、これからますますですね、権力による弾圧が激しくなるということで、この救援連絡センターの情報をまとめてコラムとして発信するという意味で、今日の救援連絡センターというのを立ち上げたんですね。で、救援会声明として 10.2 に天皇即位式反対デモでの三米不当逮捕を許さない、早期奪還への支援と救援還付をお願いしますという、アピールですね。3名逮捕されたんですね。でちょっとこのアピールを読みますね。天皇即位式のための厳戒態勢の中での不当逮捕と。2019年10月22日、新天皇成人の即位式が皇居で行われましたと。台風の被害も続く中、世界各国から4000人もの招待客を招き、莫大な税金を費やし、2万6000人の警察官が戒厳態勢を作り上げる中で、強行された即位式でしたと。即位式でしたと。で、皇御座っていうんですか、から即位を告げる成人と、それに応える万歳の声は、主権在民と政教分離を破壊する、まさに天皇制にふさわしい儀式でしたと。終わりにしようよ天皇制代替わり反対ネットワーク、オワテンネットはこの日、新橋から銀座に至る 10.22 天皇即位式反対デモを決行しましたと。500名を超える参加者は祝わない、税金改正、即位式中止をなどと書いたプラカードを手にして抗議の声を上げましたと。デモカーからは歌が流れましたと。で、警視庁は20年ぶりに設置されたという最高警備本部による弾圧体制を背景に、この日のデモへの敵対的妨害を露骨に行いましたと。デモを両側から規制する重装備の機動隊は参加者に手を出して腕をつかみ、押し、耳元で早く進めと大声を張り上げるなどの妨害を繰り返しましたと。逮捕弾圧は立て続けに起こりましたと。機動隊の妨害に触るなと抗議していた仲間3人が突然、攻防確保の掛け声とともに機動隊に体を押さえ込まれ、地面に引き倒され逮捕されてしまったのですと。白昼の不当逮捕ですと。デモ参加者は弾圧抗議の声も上げつつ、最後まで即位式反対デモをやり遂げましたと。弾圧とともに始まった成人天皇制と、10月22日の新たな天皇制弾圧は、成人天皇制もまた権力と弾圧とともに歩むことを鮮明に示しましたと。即位恩赦の一方で3名の逮捕を捕らえ、仲間を捕らえ、他にも何件もの即位弾圧がかけられる中、即位式が行われたのですと。天皇制が弾圧とともにあったのは戦前のことだけではありません。政治的自由が憲法で保障された戦後においても、天皇制反対者に対するでっち上げ逮捕や尾行などの人権侵害、そして右翼テロが繰り返されてきましたと。世界から不当弾圧と歴史の改ざんを少しでも減らすために、日本天皇制は一刻も早く廃止しなくてはなりませんと。そういうことですよ。
天皇制なんか廃止ですよ。で救援寒波を抗議を天皇廃止しようと、天皇制廃止しようと。3名の仲間は築地署、湾岸署、大井署に分散放置され留置され、取り調べと称した警察の嫌がらせを受けていますと。突然日常生活から切り離され、自由を奪われ、不安でいっぱいだと思いますと。孤独な獄中での戦いにはたくさんの皆さんがこの天皇制、弾圧を自分のこととして受け止め、支援を寄せてくださることが何よりの力になりますと。弁護士費用、反撃のための救援カンパを寄せてくださいと。警察に抗議電話をかけてくださいと。救援会が呼びかける行動に参加してください。そして天皇制廃止のための道のりを共に歩みましょうと。ここで弾圧粉砕警察は仲間を今すぐ返せと。天皇制の即時廃止をということで、10月24日、今日ですね、10.22 天皇即位式弾圧救援会ということで、寒波の送り先、これアップしますね。寒波の送り先です。それと抗議電話先、築地署、大井署、湾岸署、番号前に184をつけて非通知にと。そうなんだ。非通知にしないとこっちの電話番号が出ちゃうんですね。184、これ大切ですよ。で救援会の情報はオワテンネットのブログでご覧くださいと。確認してくださいと。天皇制終わり、オワテンネットですね。ということです。そしてオワテンネットの今後の行動ですね。大詳細反対、11月14日、東京ステーション、18時30分、東京駅、丸の内駅前広場と。から12月7日、終わりにしようよ天皇制2019大集会と。でも、午後、千駄ヶ谷区民会館と。これもアップしておきますね。ということです。そして今日の注目情報です。これは前にもですね、アップして、取り上げたことあるんですけど、元最高裁の事務総局の調査官やって、東京地裁の裁判長をやった、現在は明治大学大学院の教授をやってる瀬木博さんが外国人特派員協会で講演した時の内容なんですね。これちょっと古いんですね。2015年5月4日。これはアシュラ掲示板。これに載ってたやつで、内容的には非常に重要だと思うんで、再度アップしました。日本の三権分立はやらせだったと。ことを元最高裁事務総局の裁判官が暴露という。これですね。これ全部いきますかね。ダメだ。瀬木博さんですね。これ日刊現代なんですね。日刊現代のインタビュー記事なんですね。これ3年前だからこの URL で読めますかね。
で後半部分ですね、ゆえっと勇気ある裁判官は5から10%しかいないと。5、多くて10%。今もうそんなない、5%ぐらいしかいないんじゃないですか。3000人ですから5%って言ったら150人出世しないんですよね。そういう人は間違いなく出世しないと、あるいは辞めていってしまうということですよね。だから異常に少ないんですよ、日本の裁判官っていうのは。ドイツっていうのは日本の人口の3分の2ですよね。6000万人ぐらいしかいないんですけど、ドイツの裁判官の数っていうのは3万人、3万5千人ぐらいですね。日本は3000人で常に、決まってるんですね。なぜかというと、最高裁事務総局が3000人の裁判官の一挙一投足を全部監視できるからですよ。で、一人一人の裁判件数を最大にして、もう他のことを考えないという官舎と裁判所を往復するだけの仕事付けにすると、わざとしないですね。そうすると余計なこと考えないと。そして効率よく裁けと。だから一人の裁判官が100件とか150件の裁判を抱えているということで、要領よくですね、結局一つ一つの裁判の内容を吟味しながら自分の判決を書くというのをもうできないわけですよね。だからいわゆる前の判決文をコピペして、そして、差し障りのない判決、要するに漏収するわけですよね。あるいは判決書くの面倒だからいわゆる示談にするということで、判決文のいらない示談が異様に増えてるんですよね。なぜかというと、判決文を書くってことは膨大な時間と膨大なエネルギーと、それから考える時間が必要なんですよね。だからそんなことやったらないよということで、日本の裁判官はまさに100件150件の裁判をわざと担当させられ、余計なことは考えないようにエスカレーター式に判決を出すと。そして、最高裁事務総局の意向に沿った判決を出すと、出世するわけですよ。出世するっていうことは、15のいわゆる法級の級がですね、大体、12等までは年功序列で上がっていくんですけど、13、12、13、13まではですから13から14に上がるときは厳しい査定があるんですね。ですからその査定に受かるためには日頃最高裁事務総局の意向に沿った判決を積み重ねるということで、そのエリート、要するに統括裁判官で裁判長になれるんですよね。13等級になると。12から13っていうのは格別な差があるんですね。法級にとっても年収にとってもおそらく年間200万か300万の差が出てくるということで、そこでわざと狭き門にして自分たちの意に沿わせるというメダカ裁判官がはびこる原因になっているわけですよね。そして、一度意に沿わないような判決を出したらもう一生涯ですね、地方の裁判所をどさ回りすると。そして、12等級以上は上がらないというまさに憲法では、
裁判官は良心のみに従う、法律と良心にのみ従うというふうに、書いたんですよね、憲法。どこだっけ。第6章の司法ですよね。司法の中の、これだ、第76条の第3項。すべての裁判官はその良心に従い、独立してその職権を行い、この憲法及び法律のみ拘束される。これ大嘘なんですね。実際は最高裁事務総局が全部仕切っているということで、憲法第76の第3項に違反しているわけですよ。ドイツの裁判制度と比較すると分かるんですよね。だから裁判官の数が人口6000万人のところに3万4000人ぐらいいると。そしてドイツの場合は終身制で、給与体系もですね、3つぐらいしかないんですよね。そして、自分のあそこは連邦制ですから、いわゆる州20いくつかの州の裁判所に一生その地域の自分が希望すればですね、ずっといられると。勝手に、事務総局が配置転換するということはないんですよね。そして、裁判官も結社の自由があるから裁判官の組合もあると。そして社会的な発言もすると。だから社会党所属の裁判官もいるわけですよね。原発反対の裁判官もいるという、いわゆる憲法が思想信条の自由を保障しているということは、国民に保障するってことは国民の中の裁判官も入ってるわけだよね。だから日本の裁判官みたいに政治的な発言、あるいは結社の自由、組合に入れないと、あるいは政治的な発言は禁止だというのは間違ってるんですよね。だって国民に結社の自由、あるいは思想信条の自由、表現の自由等々を憲法が保障していれば裁判官にも保障されるべきじゃないですか。だから全く日本の裁判制度っていうのは間違ってるんですよね。そして最大の違いはドイツには連邦憲法裁判所っていうのがあると。本当の意味の憲法の番人がいるんですね。日本と、米国とイギリス、英国にはないと。他の先進国には全てあるんですね、憲法裁判所っていう。憲法裁判所は日本にはないんですね。で最高裁が憲法の番人として、立法審査権を持ってるって憲法第81条に書かれてるんですけど、この70数年間日本の最高裁が違憲判決出したのが全部で20件ぐらいしかないですね。それもどうでもいいようなその時の政権の決定を覆すような判決は一回も出したことないですね。これほどの一票の格差があっても違憲とは言わないんですよね。違憲状態であるという、決して違憲とは言わないんですよ。でドイツの場合はドイツの連邦憲法裁判所っていうのはこの間500件以上の違憲判決を出してるんですよね。原子力発電所の稼働停止判決とか違憲であるという判決を出してるんですよね。ということですね。何でしたっけ。皆さんからのコメントですね。中3193コンティニュークイーン、憲法裁判所が必要ですねっていう、本当必要ですよ。だから韓国が進んでるのは憲法裁判所があったからですよ。もしもパク・クネの国会での
弾劾訴追決議が出てですね、もしも憲法裁判所がなくて最高裁がなかったら、おそらくひっくり返されてたでしょうね。だって最高裁の判事っていうのはパク・クネ政権の息のかかったのがほとんどですから。そうすると国会の決議は無効であるっていう最高裁の判決が出た途端に、例の軍部がですね、戒厳令を敷いてろうそく集会を弾圧して、またしてもいわゆる光州事件みたいな、あるいは天安門事件みたいな民主勢力を軍隊が武力で鎮圧するということで、数千人の犠牲者が出ただろうと言われてるんですね。でそれを救ったのが憲法裁判所なんですよ。憲法裁判所15名の判事が全員一致で国会のパク・クネ大統領弾劾、訴追決議は合憲であるというふうに出したんですよね。それで彼女は即刻大統領権限を剥奪され、そして逮捕され、そして起訴され、そして裁判にかけられ、現在2審かなんかで25年かなんかになってるんですよね。だから憲法裁判所があるかないかっていうのは決定的な意味があるということなんですね。砂月さん、アメリカでは軍隊も警察も労働組合があり、当然ストもできる。そこまでコピーしなかったとコピーしなかったですね。それから砂月さん、 AI でもできるお仕事と。今の裁判官のそうでしょうね、コピペですからね。あいつら自分で判決文を書くっていう作業ほとんどしないんじゃないですか。土山純一さんですね、お茶箱10ですね。それからコンティニューコインが2枚ですね。ありがとうございます。いつも。それから砂月さん、歴史を修正しようにも発案者の元首相中曽根康弘海軍主計、はまだ生きてるということで、彼が予算付けしたって言って威張って書いてるんですよね、本に。俺がいわゆる従軍慰安婦の施設を作るための海軍主計注意が大義だったんで、その予算をつけてやったんだっていうふうに自慢してるんですよ、彼は。キララカットさん、お茶箱店ですね。それから砂月さん、歴史を学びに来た日本の10代慰安婦の被害直接聞いて、高校生40人韓国現金大使、間違った輩が多いからと韓国に来て直接慰安婦被害の女性の話を聞いて本当に辛かったですということですね。そうですね、この文章全体は出てこないですかね。リさんですね、コンティニューコイン配信ありがとうございますと。からいつものあれですね、砂月さん、初めてご覧の方へということは、山崎氏のキャスは一行一言コメントが手段荒らし行為があったため禁止と。このキャスの目的は情報の拡散&共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。初耳さん、コンティニューコインですね。砂月さん、今日のメインテーマリツイートですけど、初耳さんが12346枚ですね。コンティニュー、いつもありがとうございます。配信ありがとうございます。初耳さん、今日のメインテーマリツイートしてくれました。K さん、コンティニューコイン。そして、この放送の前ですね、砂月さん、権力構想指導本沢二郎の日本の風景ということで3475ですね。それから社説関与取り消し訴訟、国追随の一方的な判決だと、琉球新報ですね。から砂月さん、ヒラリー・クリントンズラシアンアセットクレイム、これは何なんだろう。ファイヤーバックアットヒラリー・クリントンズラシアンアセットクレイムということで、これは YouTube ですか。トゥルシー・ギャバー、これか。トゥルシー・ギャバーとイラン戦争をしてはならないという YouTube ですね。から全国
テレビでアメリカによる政権転覆戦争とズバリ言ったトゥルシー・ギャバート、マスコミに載らない海外記事という、テレビで言ったんだ。イランとのあれですかね、アメリカによる政府転覆戦争だとズバリ言ったと。どうですか。それから砂月さん、危機感はある、問題はどう戦っていくかだと。是枝裕和監督が語ると。文化女性の在り方や表現の現在地と。ハフィントンポストですね。今彼のあれですよね、フランス映画上映されてますよね。真実っていうのかな。それから自然災害最大国の非難が体育館生活で歩くへとの大きな違和感という砂月さん、日刊現代ですかね。現代イズメディアか、日刊現代じゃないんだ。それから小泉政権及び安倍政権の使命は日本の国際競争力を1位から30位に転覆させることだったと疑われると。新ベンチャー革命ご紹介、漫画でゼロから分かるブラック企業との戦い方から福島中国ネット大炎上、本財次郎さん、日本の風景ですかということですね。中藩3193、中学校の社会の授業はでっち上げがひどいと。まさに洗脳教育と。年々悪化する教育が日本の明日を破壊するほど恐ろしいことですねと。このままでは日本の歴史に、幕が下りてしまうという危機感最大と。安倍ですよね、全部。安倍が極右ファシスト日本会議系の政治家をネトウヨを文大臣とかあるいは副大臣とか政務次官文科省で、歴史修正主義そのものの教科書教育を強制しているということが全国的にもう7年やってますからね、展開しているということでとんでもない。だからお父さんお母さん、前から言ってますけど、もう学校教育に頼らないで自分の子供は自分たちも勉強する意味で、家族勉強会っていうのを週1回でも土曜日の午後でもですね、あるいは日曜でもいいけど3人か4人で、お父さんお母さんと子供たちとで、歴史を勉強すると、こういうことをやった方がいいんじゃないですかね。このまま子供を学校に行かせたままだとそのうち、愛国少年愛国少女軍国少年軍国少女になっちゃいますよ。そして、韓国はとんでもない国だという嫌韓感情を植え付けられるということなんで、もう自分の子供は自分たちが教育すると、そして自分たちも学ぶという家族勉強会が今こそ必要だと思うんですよね。逆シーザーズキャンプですね。まさに洗脳教育からいかに我が子を守るかということは結局親が自らイニシアチブを取って子供と一緒に歴史を勉強すると、あるいは国語を勉強すると、あるいは哲学勉強すると、あるいは語学でもいいですから、
何でもやればいいんですよ。ぜひやってもらいたいですね。何でしたっけということで、注目情報ですね。瀬木さんのあれですよね。裁判官の話してたんですね。ドイツの裁判官とえらい違いだっていう。そして今日の推薦図書ですね。朗読ですね。今日は第40回目なんですね。第4章、家族とお金を守るために私が学んだ9つの成功法則ということで、この2つ目、故郷にとどまるなという。そうなんですね。他の世界、特に外国で生活しろよというところだと思うんですね。読みますね。故郷にとどまるなと。私は娘たちに家から出るだけできるだけ離れた大学に行きなさいと言い続けていると。それが自分自身のことを知り、世界のことを知り、やがては故郷の本当の姿を教えてくれることになるからだと。結婚する前の若い頃は、少なくとも2年は自国を離れて自分自身や世界について学ぶべきだと私は考えると。故郷にとどまろうなどとは決して思うべきではないと。私はアラバマ州の田舎で育った。そしてずっと遠くに行きたいと願っていたと。今でも覚えているのだが、16歳の時にガールフレンドに他の場所に行ったことがないと打ち明けると、彼女は私はバーミンガムにもモービルにも行ったことがあるよと答えたと。それはいずれもアラバマ州の中の都市なのだが、私が望んだのはそういうことではないと。アラバマのことをいくら見ても意味がない、そう思っていたと。私の言葉に少しでも共感するのなら、外へ出て誰も知り合いがない、言葉も通じない国へ行ってみようと。冒険は人生を素晴らしいものにしてくれることを私は保証すると。私は日本のことをよく知っているが、他の国のことはあまり知らないという人がいる。そうした人は実は日本を半分しか知らないのだと。本当の意味で日本を知るには、日本を一旦立ち去る必要があるのだからと。故郷を離れるのであれば、遠ければ遠いほど望ましい。ところが前の章までと重なるが、残念ながら日本人は内向き思考だと。それはパスポートの取得件数にも表れていると。統計によると、日本のパスポート保有率2017年は 22.8% にとどまっているという。アメリカの同年のパスポート保有率が 42% であることを踏まえると、日本の低さが分かるのではないだろうかと。しかも日本のパスポートならビザなしで入国できる国の数が189カ国もあり、パスポートの自由度では韓国と並んで世界一であると。実は日本人は世界で最も海外に出やすい環境が整っているにもかかわらず、全く生かされていないというわけだと。このような状況は何年もの間変わっていないが、歴史を振り返ると、かつては日本も確かに外向きの時代があった。だからこそ日本人はあれほどの成功を収めたのだと。日本では素晴らしいイタリア料理を食べることができるが、これは世界の料理に触れ、一流のイタリア料理が何たるかを学んだからこそではないかと。もし日本人が今のまま内向き思考を続ければ、今後は日本でも二流のイタリア料理しか食べられなくなるかもしれないと。そうなる前に世界を見て一流のものを日本に取り入れようと。今はパスポートを取ることもビザを取ることも前より簡単にできると。自国から出るのに必ずしもお金は必要ないと。留学はもちろん、バックパック、ヒッチハイク、外国で仕事を見つけるさまざまな方法があると。私のように車やバイクで世界一周をしろとは言わないと。せめて住み慣れた場所を離れ、見知らぬ土地に身を置いてみようと。そこで成功につながる機会を見つけられるかもしれないのだと。これは100% 正しいですね、彼の言っていることね。特に若い人はそうなんですね。外に出て全く違う世界で、知り合いもいない、金もない、つてもないと、こういう内々尽くしの中からどうにかその社会国に溶け込んで、仕事を見つけ、相手を見つけ、
家庭を築き子供を産み育てという経験というのは必要でしょうね。だから彼の言ってることはそうすると日本の現状もよくわかるわけですよね。だから日本にいて日本のことを私はよく知ってますよと言ってるのは日本のことを半分しか知らない人の言うことだっていうのは正しいですよね、これね。ということで、なかなかいいこと言いますね、彼は。今日読んだところですね。だからまあお子さん小さいお子さんがいるご両親親御さんであればいつかは外に出して2年でも3年でも留学させて自分で、生活させるという経験はぜひともさせてあげたいですよね。ふるさとは遠きにありて思うものですかとことですね。砂月にさん。はい。そして今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、今日10月24日付のハンギョレ新聞日本語記事、韓国史を学びに来た日本の10代慰安婦の被害直接聞いてがネトウヨ組織攻撃のためサイトから削除されたということなんですね。それで本来だったらハンギョレ新聞の URL を貼り付けたんですけど、これをクリックしても、記事は読めないということで、This article is closed というふうに書いてあるんですね。私はこの記事の全文を読んで今日の放送のトピックスで取り上げる予定にしていたが、ヤフーニュースのサイトでもハンギョレ新聞日本語版サイトでも削除されてしまい結局記事をアップできなかったということなんですね。でわずかに残っている記事のサブタイトルは次の通りということで、高校生40人韓国近現代史学習のため訪韓と平和の少女像、南英道大教部室など訪問、よく知らなかった辛い歴史やっと知ったと、安倍首相過去の歴史をいつ認めるのかというサブタイトルがついてたんですね。でハンギョレ新聞日本語版サイトからこの記事が削除されたという異常事態とは一体何かというと、それは今年8月1日に開催された愛知県国際芸術祭愛知トリエンナーレの企画展表現の不自由展その後がネトウヨによる抗議脅迫テロ予告などの組織的攻撃によってわずか2日間で中止を余儀なくされたというのと全く同じ、展開だということなんですね。それじゃあ具体的にどういうネトウヨの攻撃があるのかということで、ネトウヨによる記事潰しの組織的攻撃が具体的にどのようなものかを知るためにこの記事を配信したブログツプルトレンドっていうんですか、ツイプルトレンドというブログがあるんですね。正体不明のに投稿されたツイッターコメント全部で35件あるんですけど、それを以下に、再掲するということですね。で、一番最初が高須克也というおそらく高須クリニックの局の院長でしょう。これ反日洗脳教育ではないかと、自国民のみならずと日本の子供まで騙すなという彼らしい、ツイッターでのコメントが入ってるんですね。全部で35なんですよ。で匂いが匂いということで日本の学生に、大嘘を教えるなと、そして信じるな、少しは調べてから行けと、つうか行くなと、韓国史を学びに来た日本の10代、これはタイトルですね。から3つ目、国防
連月中央大附属高校教師反日教育を行うと。おそらくネトウヨはこの中央大学の附属高校に対して猛烈な脅迫あるいはテロ予告含めた抗議行動をすでに始めてるでしょうね。からレイレ中央大学附属高等学校と反日教育をしてるってことはもちろん批判される覚悟があってのことよなというネトウヨですね。これ組織だから自民党と電通が組織してる金を払ってるネトウヨですよ、こういうのは。からソーレというやつ教えてること全部嘘なんですけどねと。から七七さんこれはまともなのかな。表現の自由度不自由点でもこの件も同じと。教育の自由を奪おうとしているのは一体誰かが可視化されていると。自虐史観や反日教育といって一から否定するのは間違いだと思うと。これはまともなんでしょうね。で7番目コスモス韓国史を学びに来た日本の10代これはハンギョレのタイトルかと中府には行きたくないなと。中府って何なんだろうね。8番目ゆとり世代の一人さすがにこれは偏りすぎてやばいと。9番目石原友輝っていうのかな。日本帝国海軍細密画家ですって。韓国史を学びに来たこれはタイトルですね。まともな歴史も文化も伝統も何もないしそもそも崩壊している時点でお察し正しい歴史をほとんど教えられてない10代の10番目か10代の若者を洗脳するつもりと日本の歴史教育を早く正さないと本来の日本を支える大切な若者たちがとんでもない自虐感覚に、陥れられいつまでも日本に自信と誇りを持てなくなると。これはどっちなんですかね。自虐批判これはネトウヨの一種でしょうね。11番目リヒト韓国史を学びに来た日本これはタイトルか。ヤフコメ、民引っ込めとヤフコメ民ってなんだ。ヤフコメント12、強制で連れて行ったなら犯罪行為と何故なら真実と言えないレベルでおかしいな点を指摘されているからそれより大陸から引き上げてきた日本人の苦労を学ばせろ。13番目ツイッターは間違った情報しかなかったと。その時点でもうすでにフィルターを通してるけど気づかないのかなと。14これは大問題だと。即刻放還は中止すべきと。15韓国史をこれはタイトルか。こうして絡み取られていくのねと。16嘘の歴史を教えるって日本の学生は無垢なのにと。韓国は消えてほしいと。これなんだ歪曲都合のいいように作り変えてるのと日韓交流はしなくていいと韓国は笑うだけ日本人は軽く騙されるなと。17教育の場に語学を教える以外の外国人はいらねえだろうと。本当にありえないし、親御さんたち立ち上がれ。18韓国ベトナム史ツアーとかやったらどうですかねと。物事は多角的な視点で見るべきだと思いますと。19中央大学附属高校生現代の高校生なら自分で情報を得て学び自ら考えあえてその場での振る舞い発言は心得てるでしょうと企画した教員たちこれを韓国側の意見で紹介するマスコミにはうんざり。韓国史を学びに来たこれはタイトルか。もちろん展示の最後には朝日新聞の捏造記事を真摯に統治が便乗した嘘の歴史ですってキャプションがあるんだよねと。よくわかんないけど21ウィート中央大学附属高校の国語教師である在日コリアンのコ・ファジョン41が去年開始したと。
日本人の教育課程に潜り込んだ工作員やんけと。これはこの記事の中にこの企画、このツアーを企画した人の名前ですね。在日コリアンのコ・ファンジョンさん43の名前が出てるんですね。これをわざわざ取り上げてるんですね。22、7両3部の若駒、これはひどいと。日本ではデタラメな歴史だったと分かり教えなくなったことを韓国に連れて行きデタラメな歴史を洗脳しに行くとか、この高校やばいよと。やはり在日とは関わるな。で、国民感情も傾いてくる可能性も出てきておかしくないと。23、ポール・タテオ、韓国史を学びに来た。これは韓国での韓国史は本当に正しいのかと。そこが問題でしょうと。24、韓国はこういう国なのだから、このプログラムを組んだ日本の学校が悪いと。慰安婦に直接話を聞けたって慰安婦をやってた年齢を間違うようななんちゃって慰安婦だろうどうせ。本当一行コメントなんだよね。で25、この言いように騙されやすい年代を使って国内から異論を出させようとしてるんだよねと。海外で必死に活動しているのもしかり、外国から攻めるっていうのが半島の常套手段と。26、日ヒューがなんとかという世も末だなと。いぶしろ学生日本人の行動は本当に良くないという思いが浮かんだと。韓国で聞いたことももう少しきちんと勉強して周りの人々に知らせたい。でもきちんと勉強されると嘘がバレるからしてほしくないやろうと。27、熊さん、吉田誠二と朝日新聞のデマから始まったどっかの国のファンタジー、それが日本人に多大な損害を出していることにいつ気づくんでしょうと。から28、高須先生も洗脳教育と言われてましたよ。これは大問題ですと。双方の真実を伝えて判断を仰ぐのは良いが、これはあまりにも一方的で嘘の情報をすり込むのだと思いますと。それと韓国がベトナムで何をやったかもきちんと教えるべきだと。から29、フセイン・サダ、わざわざ子どもたちに反日国の嘘の歴史を教えるんですかと。売国土量産教育を行う中央大学附属高校の反日教育に強く抗議しますと。我が国を貶める学校に未来なし、廃校せよですって。30、韓国史を学びに来た。何言ってんだと。韓国の捏造歴史を真に受けに行ったのか、バカじゃんと。31、日本人のと書いてない地点できな臭いと。32、ご理人内心天幕上がりやなと。なんだこれ。から33、韓国に行く人は予備知識として百田直樹さんの今こそ韓国に謝ろう、そしてさらばと呼んでいいから言った方がいいと。一方的な話を聞くより知識があった方がお互いの理解が深まると思うよと。34、埼玉組、韓国史を学びに来た日本、最近安倍政権の経済報復処置などにより、韓日関係が行き詰まる中、何の話だと。経済報復なんてしてないはずだがと。35、タコノスケ、韓国の歴史を学ぶため最も良い環境は日本なんだよなと。ファンタジーしかないあちらでは無理と。から37、私自身韓国に行ったことは一番ないんだが、慰安婦問題や徴工問題について本を何冊も読んで知ってるつもりではあると。しかし百聞は一見にしかず、高校生が直接韓国にいて話してくれば非常にいいことだと思うと。これがまともなのかな。37、あくまでも韓国史は韓国の都合のいいように改ざんされデタラメと。そんなもの日本の学生を洗脳しようとするのは卑怯と。このレベルなんですね。だから37あるけど、まともなのは1つか2つしかないと。あとは全部、
一行コメントということですね。慰安婦を最初に書いたのは朝日新聞吉田記者ではなく、産経新聞のアビル記者か、悪名高いアビル記者ってまだいいんだけど、もうやめたんじゃないかな、これですね。星の王子様コンティニューコイン2枚ですね。ネトウヨは群馬の中曽根邸に行けと抗議するなら中曽根氏にどうぞということですね。ということです。今日のメインテーマのタイトルだけでもアップします。最初の記事が削除されてなければ今日のトピックスの最初にこれ持ってこようと思ったんですけど、削除されてるってことは一体どういうことかということで、これはネトウヨが組織的に、いわゆる抗議とか批判のコメントを集中してやったんだよね。だからハンギョレとしては削除せざるを得なかったということじゃないですか。これ読んだ段階で文章を全文コピーしとけやったんですけどね、まさかすぐに削除されるとは思わないですよね。でこの削除されたのは一体どういうことなんだと。これはもう愛知の表現の不自由点そのが1500とか2000の集中的な抗議の電話とかファックスとかメールで、たった2日間でですね中止せざるを得なかったと。でその後再開したんですけど、残りのわずか3日ぐらいしかやってないんじゃないですか。これと全く同じ展開だと。そしてネトウヨによる記事潰しの実際どのようなコメントがなされてるのかと、本当もないようなあれですよね。一行コメントですよ。高須例の高須クリニック全部で37ぐらいありますけど、全部なんかバカらしいんで、最初の高須のコメントだけですね。ということです。でも逆にあれですよ、ネトウヨがこのように妨害工作をすればするほど何が真実かっていうのは暴露されるんですね。だからいいんじゃないですか。どんどん騒いでこの問題が正面から取り上げられて、それじゃあなんで、ネトウヨがこれほど騒ぐのかって言って、要するに歴史の真実を隠そうとしていると。安倍晋三と同じですよね。修正したいという意図があるからだっていうことがバレバレになると
いうことで、結局自分のところに帰ってくるんですよね。それじゃあ日本の高校生はそのネトウヨが批判しているいわゆる従軍慰安婦の本当の真実、隠されてあるいは隠そうとしている真実をじゃあもっと知りたいという高校生がどんどん出てくるんでしょうね。このやり方で上野千鶴子さんや孫崎さんの講演を妨害されたと言論、そうなんだ、孫崎さんもやられたんですかね。会場に入り込んでやるんですかね。というのが今日のメインテーマです。本来こんなテーマでメインテーマやりたくなかったんですけど、しょうがないですよね。そして今日のトピックス、香港発田中隆作さん、香港の山本太郎普通選挙があればということですね。田中、隆作ジャーナル頑張ってますね、彼ね。田中隆作ジャーナルの URL が抜けてた。香港の山本太郎と香港のチェゲバラと、彼ですね、梁さんという人ですね。から2つ目が改憲争点の解散は違憲という自民の伊吹氏という時事通信ですね、今日付ですね。自民党の伊吹文明元衆議院議長は24日の二階派会合で挨拶し、憲法改正を争点にした衆議院解散総選挙は違憲との考えを示したと。伊吹氏は憲法改正の発議権は国会にあると、解散権は内閣にあると。これは間違ってるんですけどね。で、自分の権限の外にあるものを理由に自分の権限を行使するのは許されないと指摘した。これ面白いですね。自民党内部から安倍がやろうとしている憲法改正を大義名分にした衆議院解散総選挙を是が非にも来年の1月やると私は思ってるんですけど、それに、自民党の元衆議院議長だった重鎮ですよね、伊吹文明が異を唱えたという時事通信ですね。どれほどの効果があるのか分かんないですけど、こういう意見を二階派の会合で、話したということはそれなりの意味があるということでしょうね。から韓国検察庁前法務部長の妻チョン教授を逮捕したんですね。ついにやって、チョ前法務部長官をも逮捕するという強行手段で中央突破しようということでしょう。でも無理でしょうね。大統領に真正面からぶつかることになるんで、だから大統領のムン・ジェイン大統領っていうのは検察改革をもう10月中に出せと言ってますんで、正面から検察の強硬姿勢に対して彼は潰しにかかるということでしょうね。検察改革という具体的なあれで、
国会で法律として成立させるということでしょう。その基本的な叩き台っていうのはチェ、前法務部長官が提出していったんですね。でその直後辞めたんですね。それから半行例、天皇即位式憲法の政教分離、規定違反との批判ということで半行ですね。こういう意見、東京新聞はこちら特捜部でやってましたけど、一面ではやんないんだよね。一面でやれよと。もう憲法第20条の第3項に明白に違反してるんじゃないですか。政府及び政府機関は、あらゆる政府機関は宗教的活動をしてはならないという。そしてこれひどいですね。コンテナの中に39人の遺体とトラック運転手逮捕と人身売買絡みかということ。イギリス CNN だから移民労働者秘密裏に移民をトラックに乗せて、人身売買でしょうね。そして、冷凍車で、39人の死体を運んでたというおぞましい事件ですね。これロンドンの近くじゃないですか。でイングランドクレイズ、ロンドン東部のグレイズの工業地帯で23日未明、大型トラックに積まれたコンテナの中から39人の遺体が見つかったと。犠牲者の中には10代の子供1人も含まれていたと。遺体は冷凍救急車が発見して午前1時40分ごろ警察に通報したと。コンテナはベルギーのゼーブルクヘ、港から近郊の町に到着し、その日の船で来たんだ。トラックで同日かグレイズの工業地区に搬送されたものだったと。死亡していた39人の身元や国籍は分かっていないと。警察はこのトラックを運転していた北アイルランド出身のモリス・ロビンソン容疑者25を殺人容疑で逮捕。被疑者の身元確認を急いでいると。赤十字の担当者は現場で CNN の取材に対して、被疑者の身元確認や家族のサポート支援に当たると説明したと。英議会では同日、人身売買絡みの事件ではないかとの見方が浮上したと。警察はこの説の真偽について確認していないと。業界団体の幹部は記者団に対し、遺体の入ったコンテナは冷凍されていたようだと語ったと。警察は当初ブルガリアで登録されたトラックがウェールズ経由で英国に入ったと説明していたが、その後このトラックは北アイルランドから来ていたことが判明したと。ブルガリア外務省によると、トラックはブルガリアの港湾都市バルナでアイルランド国籍の人物が登録したものだった。ただ被疑者がブルガリア人だった可能性は極めて低いとしていると。被害者アイルランドと北アイルランドブルガリアの当局はエセックス警察と連携して捜査を進めていると。おぞましいですね、これね。これアップしましたっけ。まだか。これやりましたね。河野洋平はまだ何も言えないと。そして今日の重要情報ですね。
90歳まで働けで批判殺到の竹中平蔵、収入が上がらないという悩みに自分の責任を棚上げし、童貞男子そっくりと差別的説教したというリテラですね。なんか他人の本の中に書かれてた、いわゆる最近の若者は童貞が多いと、要するに、冒険しないように内向きになっていると、それと同じだから給料が上がんないんだよというような説を唱えた人物の本の中から、そのようにそれを取り上げて説教したと。ふざけんなということですよね。お前たちが搾取してるからでしょと。パソナが派遣労働者の賃金を搾取してるから賃金が上がらないんだと。パソナの会長だろうと。年収1億だろうと。どうでしょう。ということで、時間が1時間21分ですね。視聴されている方が43名様、全体で124名様、コメント数が50ですね。ということで、今日木曜日の放送、なんか変なメインテーマ、急遽メインテーマだったんですけど、逆にですね、ネトウヨが騒げば騒ぐほど、彼らの組織されたいわゆる妨害脅迫抗議運動っていうのが暴露されるんですね。で結局何をしたいのかということが暴露されて、それはもう安倍晋三が必死でこの間ずっとやってる、従軍慰安婦っていうのはなかったんだと。あれは全部金目当ての商売でやってた日本軍が強制的に、女性を拉致して、慰安婦として働かせたんだっていうのは間違いなんだっていうことを彼はもうずっと言ってるんですね。そのことなんですよ。要するに歴史の真実を隠そうとすると。だから今回みたいにこの記事で40名の日本の若者が歴史の真実を知るために訪韓して実際にその被害に遭った従軍慰安婦の女性の話とか、あるいは博物館とか等々を見物して自分の目で確かめて、今まで全然知らなかったことが初めて知ったんだという、まさに本当の教育をしたことに対してそれを潰そうとしていると。だから愛知の不重点の、あれを潰したのと同じですよね。でも結局は彼らの身元がバレて、再開したわけですよ。だからどんどん彼らがその隠してる正体をばらすということをどんどんやって、それにちゃんと反撃すればいいんですよね。それで潰すということでしょう。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。現在日本時間でもう11時か47分か、もう0時に近いですね。ということで今日の放送終わりです。たくさんのコメント、たくさんのコンティニューコイン、たくさんの、ギフトですね、いただいてありがとうございました。ということで、明日金曜日、また9時か9時半頃の間でぜひ開始したいということで、よろしければまた合流してくださいということで、今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。